こんにちは、アンナスです。今日は、またセリアなんですけど、刺繍図案プリントクロスステッチレッスンの中級のなんかロング&ショートステッチを練習するやつがあるんですけど、それのパンジーをちょっと刺繍してみようかなと思います。それでは手元の方にどうぞ。はい、ではやっていこうと思います。ロング&ショートステッチの基本の練習と、あと応用ですね。なんかこれ新しいキットですね。最近の割と最新のです。結構過去の動画は遡って古いキットとかをちょっとメルカリで探したりしてたんで、いやすごいすごい絵がきっちり、でも前もきっちりは描いてあったはずなんですけど、なんか絵を描く人が変わったんですかね。このステッチの絵とかもちょっと違いますね。ちょっと分かりやすくなっている、リニューアルされていますね。今回は消えないインクを使用していますって書いてあるんで、いつも消せるやつなんですけど、基本のシリーズはなんか消えないっぽいので、どうしようかと今も悩みながら、刺繍枠これ10センチだと葉っぱが切れちゃうんですよね。切れてもいいかな。それか10センチぐらいこの一回り大きいのに仕立てるかみたいな感じで、もう完全になんか絵が結構詰まってるんで、もうそこまで変更もできないかなと思うんですけどね、なんか微妙にこの辺が切れちゃうんで、ここだと10センチでいけるかな。これでここのお花も刺繍して、ちょっとこっちがギリギリなんですけど、ここに絵が入っちゃってますけど、これでもいいですね。とするとこっちがいい。どれも微妙にちょっと絵が切れてしまうんですけど、でもここがいいかな。ちょっと3本取りの3が入ってますけど、ここにします。でこのお花も刺して、もうこれはいいかな。ちょっとあれですけど、絵が残ってしまうんですけど、しょうがないですね。じゃあここでパンジーを刺していきます。ちょっと色は渋めな感じで、ちなみに私のパンジーなんですけど、私はこれはファンボックスっていう会員制のサイトを運営しているんですけど、そこで、これはね無料でダウンロードできるお試しページのものなんですが、パンジーちょっとやっぱ絵が小さいです。すごい大きいなと思って、で、全部サテンステッチで刺してます。で、基本的に私がいつもパンジーってもう毎回このやり方しかやってないんですけど、放射状にサテンステッチやって上からストレートステッチやってっていう感じなんですね。でもちょっと図案が大きいので、これロング&ショートステッチの練習みたいな感じだから、ロング&ショートでやるっていうのがいいんでしょうけど、ちょっとアレンジなのでチェーンステッチで埋めてみようと思います。で、上からちょっとストレート入れて柄を入れてってみたいな感じで、やってみます。こちらがいい方はこちらも無料で図案ダウンロードできるんで、よかったらご利用ください。色が似てますねなんかいつもパンジーといえばこういう紫系なのかもしれない。で、この組み合わせ、一応メインのここかな、ここに濃い紫と薄い紫でやっていこうと思います。では濃い紫をどうしようかな、2本取りでチェーンステッチにしていきます。
ちょっと3本だとやっぱちょっとモコモコするかなと思うんで、これぐらいのサイズだから2本でちょこちょこやっていって、もう玉留めで始めます。はい、まず針を出します。で、糸を左の親指で押さえておいて、同じ穴に刺して2ミリぐらい、1.5 ミリぐらい、ちょっと頭を出して、これ糸こうなってるでもかかってるんですけど、これで引っ張ります。で、続きをやるときはまた輪の中に刺して、同じサイズ頭を出して上に引っ張る。で、これを一周ぐるっとしていきます。はい、ぐるっと一周しました。もう無視してます。この中心のから放射状に刺しているストレートステッチのイラストはちょっと一旦無視して、で最後一粒っていうところで一番最初に作ったチェーンステッチを、布を触らないで布と糸の隙間にこうやって通して、で一番最後に作ったチェーンステッチの輪の中に刺すと、これで丸ができます。で2周目いきます。2周目はこんな感じですぐ隣にまたこうぐるっと丸く刺していきます。でこんな感じで、隣でこう何周もやっていって円を埋めていきます。はい、では、下の丸ができたので、今度こっちの右の丸を刺していきます。で、右の丸は同じようにやっていくんですけど、別にまん丸ではないんで、ここからずっといってここで終わって、でまた続きこう最初の丸はつないだんですけど、別につながなくてもいいんで、この向きでやっていきます。はい、できました。もう上もやったんですけど、なんかぶどうみたいな感じで。で、この中の模様みたいなのを入れていきます。続きをするときは裏に絡めるんですけど、間違えて玉留めしてました。じゃあこれで、ここにちょうど絵があるんで、これを見ながら、だいたい3本長いのが入ってますね。中心は後でこの絵みたいにちょっとフレンチノットを入れようかなと思ってるので、中心を少し開けておくといいです。でないと最後硬くなって刺せなくなるんで、針1個分ぐらいでいいので少し開けておくと、針の厚みでいい感じにふわっとこうなんていうんですかね、閉じるので、それで大丈夫です。で今は3本取りで刺繍してます。で長いのを3本ぐらい入れて、で間を3分の2ぐらいのサイズのちょっと短いのを入れています。こんな感じで、で下も同じ穴に、中心を同じ穴に刺さないで、ほんのちょっと開けておくといいですね。
こんなもんですかね。で、裏に絡めて、で真ん中をフレンチノットステッチの2本取りだとちょっとちっちゃい丸になりそうなので3本やってみましょう。で3本取りの針だと結構丸がちっちゃくなるので1号か2号上げてください。だから4、5本取りとかそういうちょっと太めの針を使うと針に巻くので丸が綺麗にちょっとこうビーズみたいにくるっと可愛くなります。少し上を持って空中で2回巻いて針に保ったまんま同じ穴、ほぼ同じ穴に刺します。でこのぐちゃぐちゃを引き絞って裏から針を出します。こんな感じ。もうこれで出来上がりです。で、葉っぱじゃない、お花はなんかね、絵が重なっているんですよね。だから、手前のものから刺してください。これだと、ここは大丈夫だから、これとこれが上ですよね。で、下になっているのがこっちのお花なので、これが最後です。これとこれをやった後に、これ。でお花を刺す順番も手前からなんでさっきみたいに下の花びらをやってその次左右やって奥やってっていう感じ。奥も前と前後がねあります。前後ろがあるので手前のをやってから奥のをやるっていう風にして、だからもうどんどん手前を刺していった後どんどん奥に向かって埋めていくっていう感じです。ではこれで同じようにやっていきます。はい、ではお花が3つ刺せたので葉っぱを刺繍します。葉っぱはまたいつものフライステッチで埋めようかなと思います。真ん中に、ストレートステッチを入れてで左右に針を出して入れて全部引っ張らないでちょっとこう余裕を持たせて残しておいて最初に作ったストレートステッチの下から出してこのループを引っ掛ける。でもうすぐそばに Y にしないで V の形にしてでも詰めで詰めて刺していきます。続きで作業しても大丈夫です。こんな感じでここにある葉っぱ全部を刺繍していきます。それでもう V の形で埋められないところは普通にサテンステッチというかストレートステッチを出してもらうといいです。なので、右側は、これもストレートステッチ1本足してあと反対側は結構面積残っているんでもう普通にサテンステッチをやっていきます。はい、では刺繍が出来上がったんで、最初刺繍枠で飾ろうかと思ってたんですけどちょっと刺繍枠だと結構この刺してないお花の線が大幅に見えてしまうんであんまり可愛くないなと思ったんでチャームにすることにします。で少し大きめに切ると難しいですねどちらにせよやっぱちょっと多少は入ってくるというかこうなると
やっぱこのお花が入ってきますね。お花ない方が可愛いんですけど、しょうがない。もう切っちゃいます。なんかちょっとここ結構ギリギリにして、お花刺繍したい方は放射状のサテンステッチなんでお花刺繍してもらって、お花もうここで切っちゃいますね。すいません。でちょっと裏地はいつも白を重ねているんですけど、なんか色付きでも可愛いかなと思うんで、色のついた布で2枚重ねて縫ってカットします。なんか他のとこ使いたい方はちょっと上手にやってもらって、私はもう捨てちゃうので縫いづらいかな、ちょっと切っとこうかな、まあいいやいろいろ迷いながらやってます。で縫い糸を玉留めにして、でチャームをつける場所はこの辺がいいかな。ちょっと斜めになってる、なんかあんまりこうきっちりまっすぐっていうよりちょっとこうつけると斜めになるみたいな感じにしたいので、ここの葉っぱの上のあたりにチャームをつける。だから返し口をここに設定するとして、ここを並縫い、結構ギリギリを並縫いしようかなと思います。はい、では、一周ぐるっと縫ったので、布を切っていきます。外側1センチも残さないかな。 0.8 なんていうんですか0.8 ミリ、8センチ、1センチよりちょっと小さい感じで、あんまりギリギリだとちょっとあれなんですけど、でカーブのところは布が突っ張りやすいのでちょっと切り込みを入れておくとカクカクしないですね。ひっくり返した時に糸をうっかり切らないように気をつけてください。これでちょっと返し口が小さかったですねうっかりしてました。もうちょっと広く開けておくと返しやすいんですけど、ざっくり返せたら針でしっかりこう出していきます。でこれで綿を詰めていきます。詰める時は綿はちょっとずつ小さくちぎって中に入れていきます。でなんかハサミとかペンとかでもいいですけど、ちょっと先の長いもので少しずつ奥から詰めていってください。なんかこういうところってちょっとこう綿が入りづらい場所なんで、しっかりこの角を詰めてから真ん中に綿を詰めていくと綺麗に均等に入ります。はい、では綿が詰められたので、玉留めでこう閉じていきます。この字とじで
白い方の布をちょっとすくって、でちょうど向かい側のグレーの布をちょっとすくって、でまたちょっと向かい側、これを繰り返していきます。はい、これでできたんですが、ちょっと一旦これは切らずにチャームを出します。でこの輪っかの部分を縫い付けるんですけど、どこが可愛いかな、なんかここがいいかなと思ってここを返し口にしたんですけど、なんかもうちょっとこの辺ぐらいでも面白いのかな。あんまりここだとこの下の、パンジーが割とこう正しい向き、なんていうんです、正面を向いているのでちょっと面白みがないんで、なんかいろんな方向を向いている感じにするんだったら、この紫のお花のところがちょっといい感じなのかなって今出来上がってから思いました。なのでこのお花のところ、パンジーの紫のパンジーのお花のちょうど上あたりにつけていこうと思います。ここに、はい、で何回もこれでぐるぐる刺していきます。はい、これで出来上がりです。こんな感じです。いいですね。いい感じ。以上です。いかがでしたか？チャンネル登録といいねボタンをよろしくお願いします。それではさようなら。